超常現象、現実には起きないような不思議な超能力とか幽霊とか空飛ぶ円盤とか、ちょっとホラーとは違うんですけど、そういったものの方が現実からちょっと離れたものが好きですね。書きやすいというか、書いてて楽しいのはやっぱり超常現象の方ですね。スプラッターはこう内臓が飛び出たりとか血みどろになったりっていうのが書いててあまり気持ちのいいもんではないので、そうですね、超常現象の方、しかも心理的な怖さが出せれば一番いいです。はい。ラブクラフトっていうのは何ていうんですかね、怖い化け物とか出てくるんですけども、それに至るまでの雰囲気作りがすごく引きつけられるものがありまして、例えば舞台となった街並みの描写とかですね、向こうの方に黒い教会が立ってる、あそこに何があるんだろうみたいな、そういったなんか謎めいた描写がすごく引きつけられまして、そういうものがやっぱり私も影響を受けましたね。で渦巻きなんかはやっぱりラブクラフトの影響がありまして、例えば海岸の近くに黒い灯台が立ってるなんていうのはやっぱりラブクラフトの影響です。そういった雰囲気作りでやっぱり影響を受けました。私は子供の頃は何でも信じてたんですけど、ちょっと成長するに従ってだんだん信じなくなりましたね。多分幽霊とか空飛ぶ円盤も多分、目の錯覚かなんかと見間違えたんだろうなと思うたちでして、ただ昔子供の頃信じてましたんで、そういうものは大好きですね。短編でですね、阿弥陀羅断層の回と、それから長い夢とですね、それから首吊り気球という、その3つがいつも気に入ってる作品として名前を出しますけども、はい、うまくいった作品だと思います。そうですね、最近もちょっとネタがなかなかなくなってきまして、ネタがない中で書くというのは非常に大変でして、最近書いたものはだいたい苦労してますね。そうですね、私も生まれ育ったのがそういった田舎町で、そういう割と家が密集してて、隣近所の目が結構うるさいような場所にいましたんで、怖いというか、なんか別にお互い監視してるわけじゃないんですけど、すぐに隣の目が気になったりとか環境で育ちましたんで、そういうところに住むのはあまり、ふるさとではあったんですけど、ちょっと苦手で、怖いといえば怖いですね。そういうのがやっぱり作品に反映されているかなと思いますね。正直言いますとね、取り入れるべきではないと思ってるんですけど、いろいろ私のアイデアが出てくる中のアイデアがギャグのアイデアもありまして、ちょっとそういったギャグもちょっと眠らしとくのもったいないなという、そういう思いもありまして、本当は入れるのは良くないなと思いつつですね、雰囲気壊さない程度にそのギャグを入れちゃったみたいな感じで結果的にそういう笑いの要素もちょっと読者の方に喜んでもらっている面もありますので、いいんじゃないかなと、そんな感じでやっています。最近はでもあまりギャグ入れなくなりましたね。いじめとか今社会問題になってますけど、なんか自分より弱いと判断するとその弱い相手をいじめたりとか、そういった心理が非常に良くないな、嫌だなと思いますね。なんかいじめのない世界が来るといいなと思います。はい、そうですね、長らく性的な描写は書けなかったんですけど、最近人間失格っていう漫画でちょっとそれにチャレンジしまして、ちょっとタブーは破っちゃったんですけど、差別とか
そういうのは差別を増長するというか、そういうものはやっぱり書きたくないというか、書くべきでもないと思いますし、ちょっとホラーとして面白いものができそうな気がしてもですね、ちょっと書けないなっていうのがありますね。あからさまな嘘がまかり通っているというか、なんかなんでそんな嘘を簡単に言うのかなというようなところは、そういう嘘を簡単に言ってしまう精神状態というか、そういう風潮がですね、ちょっと怖いですね。もっと正直にできないもんかなと思いますけども。